前回の動画でちょっと私の編集の仕方が良くなかったんですけど、ハートのこの編み合わせをする時のこの編み始めのところがよくわからないので教えてほしいということだったので、ちょっと今回詳しくやっていきたいと思います。で、まず編み合わせる時、ここですね。この網になってるところの上側だけ引っ掛けます。こっちも上側だけ刺します。で、糸を用意して引っ掛けて引き抜きます。こんな感じで、この出てる糸は編む時に一緒に編み込みます。で、引き抜いたら引っ掛けて抜きます。これはやらないで編んでっちゃっても綺麗に編めるので、これは忘れちゃっても大丈夫なんですけど、一回立ち上げます。そしたら次の目、また鎖の上の部分だけ引っ掛けて、反対側も次の目の上だけ引っ掛けて、で、この出てる糸はこのかぎ針の上に引っ掛けて一緒に編みます。で、引っ掛けてまた引っ掛けて2本抜く。で、また隣刺して、この出てる糸は上で、また引っ掛けて2本抜く。これをずっと1回ずつ細編みを編んでいきます。基本こう編み始めはこう編むところに刺してこう糸を引っ掛けて抜く。抜いたら1回鎖編みするっていうのが、これハートだけじゃなくて、ここのヘッド部分、ここの部分編む時とかも基本はこんな感じで編みます。次はこのハートの縁の部分を太くしたい場合はどうしたらいいですかというコメントが来たので、動画でも説明しようと思います。縁の部分を太くしたい場合は、まずこう2つ合わせずに1枚で縁だけ編みます。さっきと同じように引っ掛けてで、さっきと同じようにこの鎖の上の部分だけ引っ掛けて細編みで編んでいきます。1回ずつ編んでいきます。そしたらアウトライン編めました。で、アウトライン2つ1枚ずつ編めたら、またさっきと同様に縫い合わせていきます。引き抜いて1回編む。で、ここ引っ張ってもらうとここもきつくなるので調整しながら編んでください。そしたらここからは普通に同様に
縫い合わせて編んでいきます。で、こんな感じでアウトラインを1回編んでから編み合わせると、通常より太めのアウトラインのハートができます。ただ、ちょっと大きめのハートで仕上がります。次は、糸の太さによってできるハートの大きさについてちょっと説明します。こういう感じの普通の太めの糸と、若干こっちの方が細い糸なんですけど、細い糸で編むと、これより二回りくらい小さいハートができてしまいます。その時のハートを大きくする方法について説明していきます。細い糸で編むと、二回りというか一回りぐらい小さくできてしまいます。そしたらハート一周編んだら真ん中に刺して引き抜きます。そしたら隣のここですね、こう鎖があるんですけど、前回はここの上をだけ編んでたんですけど、今回2本引っ掛けて編んでいきます。まずここ隣の目に刺して引っ掛けて1回細編みを編みます。そしたら次の目、長編みを1回編みます。引っ掛けて隣の目に刺して引っ掛けて2本抜く、引っ掛けて2本抜く。そしたら次隣の目に長編みを2回編みます。引っ掛けて刺して引っ掛けて2本抜く、2本抜く、引っ掛けて同じところに刺して引っ掛けて2本抜く、2本抜く。そしたら次隣の目、長編みを1回編みます。2本抜く、2本抜く。そしたらまた隣の目、長編みを1回編みます。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。そしたら次隣の目、長編みを2回編みます。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。引っ掛けて刺して同じところにもう1回引っ掛けて同じところに刺して2本抜く、2本抜く。そしたら次の目と次の目、長編みを1回ずつ編みます。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。引っ掛けて隣の目に刺して2本抜く、2本抜く。そしたら次隣の目、長編みを2回編みます。1回同じところに刺して編む。そしたら次と次の目は長編みを1回ずつ編みます。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。引っ掛けて隣の目に刺して2本抜く、2本抜く。そしたらまた隣と、隣の目に長編みを2回編みます。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。そしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9個目まで長編みを1回ずつ編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
したらハートの先端部分。ハートの先端部分は、長々編みを1回編みます。1回、2回引っ掛けて、真ん中刺して、引っ掛けて、2本抜く、引っ掛けて、2本抜く、引っ掛けて、2本抜く。そしたらまた9回、1目に1回ずつ長編みを編みます。引っ掛けて、刺して、2本抜く、2本抜く。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回。そしたら次の目は長編みを2回編みます。1回目、引っ掛けて同じとこ刺して2回編む。そしたら次の目と次の目は長編み1回ずつ編みます。引っ掛けて2本抜く、2本抜く。引っ掛けて隣の目に刺して2本抜く、2本抜く。そしたら次の目は長編みを2回編みます。引っ掛けて刺して2本抜く、2本抜く。引っ掛けて同じところに刺して2本抜く、2本抜く。そしたら次の目と次の目また1回ずつ長編みを編みます。隣に長編み。そしたらまた次の目長編みを2回編みます。1回目、引っ掛けて同じところに刺して2回目。そしたらまた次の目と次の目長編みを1回ずつ編みます。引っ掛けて、引っ掛けて隣の目に刺して編む。そしたら次の目、また長編みを2回編みます。引っ掛けて刺して2本抜く。引っ掛けて同じところに刺して2本抜く。そしたらまた長編みを1回ずつ編みます。引っ掛けて刺して、引っ掛けて隣刺して、そしたら最後、刺して引っ掛けて細編みを1回編みます。そしたらここの最初の編み目、ここですね。ここに刺して引き抜きます。で、こう形を整えます。必ず全部編んだら一回形を整えてください。なんかこう丸まってても伸ばしてあげるだけで形が綺麗になるので。で、こう一周編んであげると、だいたいこの通常に太めの糸で編んだ時のハートと同じ大きさに仕上がります。これを2枚4枚編んであげて、また2枚アウトラインを縫い合わせてあげれば、同じようにハートのイヤーマフができます。で、よくコメントでこう丸くなっちゃうってコメントが来るんですけど、きつく編んでしまうともちろん丸くなりやすい、こういう感じですね。ちょっと黒くて見にくいんですけど、毛糸がキュッと平らじゃなくて丸くなっちゃう。太い毛糸とか硬めの毛糸だとなりやすいんですけど、なったら一回こう伸ばして平らにしてあげる。なるべくきつ
すぎない、きつくなりすぎないように緩く編んでもらうのもコツなんですけど、編んだら一回こう形を整えて伸ばしてあげる。そうすると丸まってるのも綺麗に平らになるので、これも改善策として一つ覚えていただけたらなと思います。ここのポコポコのヘアバンドの編み方を教えてほしいというコメントもあったので、次回の動画でこちらのポコポコの編み方は紹介しようと思います。